こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。この旅のテーマは布探しの旅になります。訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。今回のノルウェーはオスロとベルゲンを経由してフィヨルドツアーに参加しています。オスロの後はスウェーデン、ストックホルム、フィンランドのヘルシンキ、エストニアのタリンを観光します。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで今回の旅の続きはオスロからベルゲンに向かうノルウェー国鉄の車窓からスタートします。12時3分の電車に乗る予定だったんですけれども、結構ねホームギリギリに到着になりました。前日は夜遅くに着いたのでこういうお花屋さんがあるのも気がつかなかったんですけどね、なんか可愛いのが売ってましたよ。この電車にこれから7時間ぐらい乗ることになります。フィヨルドツアーはオスロ発っていうのもあるんですけど、今回はですねベルゲンから出発するコースを選びました。ノルウェー国鉄はアプリから予約をしたんですけれども、ちょうどね3ヶ月前からチケットを購入することができるようになってます。その時にもう日程が決まっていれば一番安い方法で購入できるんですけど、直前だともう金額がかなり変わってきます。フレックスでも普通の席なんですけれども、座席はねもうかなり広めです。日本でいうと新幹線と同じぐらいの広さがあるので、そこにテーブルがあるかないか、コーヒーがつくかつかないかぐらいの差なので、金額的には座席の広さはそんなには関係ないかなと思いました。それから一番安いチケットは座席を選べないんですけれども、このフレックスシートは自分で指定席のように座席を選ぶことができるので、今回は左側の窓側の席に座っています。オスロにいた時は雪は全くね見えなかったんですけど、この日ちょっとお天気も良くなかったんですけどね、少しずつ雪景色になっていきました。この黄色い建物は駅なんですけど、結構ね印象的ですよね。可愛かったな。7時間の電車の旅だったんですけど、意外とね私は電車の旅はもともと好きなんで何時間でも乗っていられるタイプなんですけど、今回ね隣に座られた方が女性だったんですけど、多分ね私と同じぐらいの年齢の方なんですよね。フランス語を教えてる先生だそうで、なんかちょうどベルゲンに来るのは初めてということでした。同じねノルウェーでもやっぱりね住んでるとそういうもんなのかなっていう印象だったんですけど、そうあと思い出したんですけど、電車の中で結構ね咳してる人多かったんですよね。この北欧旅行で結構飛行機の中でも咳してる人多くって、ちょっとねドキドキしました。で気づいたらもう結構ね雪深いところに入ってきたんですよね。この時寒くって、あとちょっと座席ねずっと座ってると腰が痛くなるのでカフェの方に行きました。ちょうどその時にこの景色だったのと、あと駅ねちらっと降りて写真パシャッと撮ってすぐまた電車に乗ってなんてこともねしてましたよ。 We will arrive at Østeråset. でしばらく曇ってたんですけど、だんだんね青空が見えてきたんですよね。もうすぐベルゲンに到着かなというところです。雪もねだいぶなくなって山を一つ越えてきたような感じです。The train arrives as scheduled. Before leaving the train, please check that you have all your belongings with you and dispose of any litter in the recycling bins, which you will find in the middle of your carriage. On behalf of me and also board, we thank you for a pleasant journey and we look forward to welcome you back again. Have a nice day. 予定時刻通り19時5分にベルゲン中央駅に到着しました。海外の電車って遅れるイメージが強かったんですけど、ぴったりに到着したのびっくりしました。で到着した時にたくさん駅の、中とかいっぱい撮影しといてよかったなって思いました。実はですね翌朝ですねちょっと事件がありまして、この景色を見る余裕がなかったんですよね。なので動画で改めてゆっくり見れてる気分です。で結構撮影したりゆっくりしてたら15分ぐらい駅にいたような感じなんですけど、この後ホテルに向かいます。
まず荷物を置いて街をちょっとねプラプラしようかなと思ったんですけど、もうね夜7時過ぎてるとどこのお店も閉まっちゃってるんですよね。なのでまずはこの上から見れるロープウェイに乗ろうかなと思ってます。駅からホテルまでは徒歩でだいたい10分ぐらいというところなんですけど、街並みを楽しみながら、ホテルに向かっています。ベルゲンは観光はできなかったんですけど、ここはねちょっと観光地みたいな感じでした。この辺りはインスタライブでね翌朝一緒に朝のお散歩ライブをしたんですけれども、よかったらねインスタライブの方も見ていただけたらと思います。ちょっとねこの辺り落書きもあって少しね物騒な印象だったんですよね。駅からホテルまでは歩いて10分ぐらいだったと思うんですけど、スーツケースをオスロに預けてきたのでリュック一つで身軽だったのでね、ゆっくりホテルの方に向かってます。ここもね可愛い教会だったんですよね。建物にほんとね落書きが多かったの、なんでだろう。ここもウーバーみたいな方いらっしゃいますね。ベルゲンで泊まるホテルはマジックホテルになります。アゴダで予約をしました。1泊朝食込みで1269円だったので、すごくねお得に予約ができたなと思います。意外とベルゲンもねお高めなんですよね。1階がスーパーになっててちょっとレセプション分かりにくかったです。ベルゲンの観光を調べるとこのロープウェイが出てくるんですよね。10分ぐらいで到着するんですけど、160ノルウェークロームで日本円でだいたい2100円ぐらいですね。で乗った時間がちょうど8時半だったんですけど、だいたい15分おきぐらいに動いてる感じでした。でこの時間なぜかね空いてたんですよね。平日だからかなと思ったんですけど、空いてたのですごくね景色をゆっくり楽しむことができました。席も自由席なんで好きなところに、座れるんですけど、一番前はねさすがにねもう埋まってましたね。こっからちょうど登っていく時間がですね、もう夜の8時半でちょうど日没の時間に当たるかなっていうところで、景色がねすごく綺麗だったんですよね。でだいたい10分ぐらいで頂上に到着しました。ここはフロイエン山になります。もうここからの景色がもう最高に綺麗でした。ちょうどですねやっぱり日没の時間に当たるので、なんか日が暮れていく感じがとっても綺麗でした。遅い時間なのでもうどこのお店もやってないんですけど、ここね公園になってるのと、あとねもっと先に行くこともできるみたいです。遅い時間だったので行かなかったんですけど、このロープウェイに乗ってこなくっても歩いてこの山に登ってくることもできるんですよね。登ってきた最後に見る景色がこんだけね素敵だと、ちょっとね疲れも吹っ飛びますよね。で朝日と夕日とどっちが好きって聞かれたことがあって、その時は朝日だなっていうふうに思ったんですけど、でもいろいろ考えてみると夕日を結構眺めることが多いかな。朝はねやっぱり苦手だからっていうところもあるんですけど、旅先で見る夕日はまたいつもとね違う印象ですね。でここからはスマホで撮影しています。スマホのね望遠レンズが優秀すぎるので、ちょっとここからねズームをしてみたところなんですよね。さっき言ったホテルのところもちょっとねズームしてみました。今のスマホの機能って本当にすごいですよね。こんだけ見えちゃうんですよ。もう少しいようかなと思ったんですけど、また次の
ロープウェイが15分後だったので、もう滞在時間20分ぐらいだったんですけど、もうそのまま次のロープウェイで戻りました。このね、戻る途中の日が暮れていく感じもすごくね素敵でした。で続いてきたのがベルゲンで一番見たかったこのブリッケンっていうところですね。なんか港沿いに建物がずらーっとね並んでるところなんですよね。写真で見るよりずっとねこの現物っていうの、建物実物は本当にね壮大でした。でここね、朝のお散歩のインスタライブでも紹介したところになります。曇りだったのがねちょっとね残念なんですけど、晴れてたらね多分すごい最高だったと思う。さっき山の上からこの日暮れを見てたところですね。観覧車も遠くに見えましたよ。そうそう、この反対側にも建物がね並んでたんですけど、今回ね反対側には行けなかったんですよね。いつかねまた行きたいですね。もう来ないかなって思ったら、もうねずーっとここから離れられなくって、ずーっと撮影してたんですけど、そろそろね夕飯食べようと思ってお店をね探しに行ってるところです。ここね音楽流れてきてちょっとね気になったんですけどね、パブみたいなところだったのかな。建物と建物の間を歩いてるところです。こうやって建物がずっと並んでるから火事になると全部ね消失しちゃうみたいですね。何度かそういうことがあったみたいです。で出てきたのがこんな感じ。中はねお店がいっぱい並んでましたね。ほとんどのお店が営業時間終了してたので見れなくて残念だったんですけど、この斜めになってる感じちょっと不思議ですよね。でこの日の夕食は魚市場のフィッシュマーケットっていうところでシーフードを食べる予定だったんですけど、もうラストオーダー終わってますっていうことで断られちゃって本当に残念でした。じゃあどうしようってことで慌てて Google で調べたところ、ここもね評価高かったんですよね。イーゴンって読むのかな。外から結構ねキラキラ見えたので、ここでシーフードをいただくことにしました。意外とね外寒かったので外でもいただけたんですけど、この日はサーモンの、シチューをいただきました。やっぱりねノルウェーって言ったらサーモンですよね。すっごいホクホクで、このサーモンがねめちゃくちゃ美味しかったんですよね。この北欧に来てこのサーモンのスープをいただくことは多かったんですけど、ここのサーモンも本当にふわふわで美味しかった。でここもねやっぱりワインだろうっていうところなんですけど、やっぱビールをいただいちゃいました。でこのスープの付け合わせにホッカ茶もついてきました。でビールと一緒に飲んでだいたい4800円ぐらいでしたね。お高い。でちょうど出たところが夜11時でしたね。もうすっかり日が暮れてました。でもね空明るいですよね。なんか不思議で、イルミネーションも綺麗だったし、お店はねもうほとんどやってないんですけどね。でもそんなに物騒な感じもなくって、歩いてホテルまで向かいました。ホテルに戻ってきたところです。ちょうどねホテルの屋上っていうのかな、ここを出てからまた自分の部屋に行くんですけど、ここからの景色もねすごく綺麗だったんですよね。でせっかくなのでこのマジックホテルのルームツアーをしたいと思います。まずね4階だったかな、上がってきて、そうするとねこの屋上に出てくるんですよね。ここからね夜の眺めもねすごく綺麗だったんですよ。でここの部屋に泊まれるのかなと思いきやですね、またね扉に向かうんですよね。ここに泊まれるとまた金額が違うのかな、もしかしたら。でここからもう一つ扉を開けてまた中に入っていきました。ここの小さな窓があるところが部屋になってました。デザイナーズホテルみたいな感じなんですけど、中はね確かにおしゃれだったんですけど、部屋はねちょっと暗い感じで、景色が見れるというところでもなかったですね。でも寝るだけなので十分かなっていう感じでしたね。でここは浴室になりますね。すごいおしゃれですよね。お湯の出も良かったし、
結構ね洗面も広めだったので十分な感じでした。この金額で1万円ぐらいで泊まれたのはラッキーだったかもしれないですね。ホテルなどの詳細も概要欄に記載していますので、よかったら個人旅行をご予定されている方は参考にしてください。でこのホテルは朝食付きだったんですけど、種類もねすごく多くって目移りしちゃうぐらいでした。お腹いっぱいにいただきました。この日ねフィヨルドツアーだったんですけど、ベルゲンの駅の時間、電車の時間をちょっと10分ね間違えてて大慌てで走ったっていうね記憶がまた蘇ってきました。ということで今回の動画はここまでになります。次回の動画はフィヨルドツアーに参加した時の様子を紹介します。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。